こんにちは、いくです。今回はメガ割で買ったものが続々届き始めているので、開封レビューしていきたいなと思っております。早速この AGTK のコスメを何個か買ったんですけど、なんだこれはカメラをね、このカメラを修理に出してて、それがやっと今日戻ってきたので、じゃあ動画撮ろうと思って今ウキウキで動画を撮っておりますが、 AGTK のジェロカラーリキッドブラッシュ JC04 番、これ SNS でバズってたチークなんですけど、色が可愛かったので私も使ってみたいなと思って、こんな感じで先っぽがスポンジになってます。色はね、若干白身コーラルっぽい感じのピンクです。このティントのソフトグローリキッドチークの P214 番パーベニアをつけてるんですけど、せっかくだから塗ってみるか。かわいい。かわいいですリキッドなんだけど、ポンポンするとすぐ綺麗にぼけて馴染んでくれて使いやすいかも。質感もね、ツヤツヤになるっていうよりは自然なツヤ感っていう感じなので、そこも良いです。可愛かったからショーツとか短い動画でも出てくると思う。次、これ AGTK のメルティキスリップジェル。こういうノック式のスルスルって溶ける感じだ。こんな感じでめっちゃスルスルする。 MJ105 番。ツヤがかわいいね。今日ね、この後紹介しようと思ってたエチュードのこのリップをつけてるんだけど、ちょっと一旦それ挟んでいい？今つけてんのがエチュードのオーバーグローイーティントの11番バディベージュで、もう1個買ったやつが17番ダイヤモンドフォーエバー。ツルツルっとしたパケで、こっちはね先っちょがダイヤモンドみたいになってる。こっちが11番でこっちが17番。今つけてる11番の方がちょっとブラウンっぽい感じで、17番の方がちょっとローズっぽい感じかな。ツヤ感もすごい可愛いんですけど、これあんまり塗りすぎちゃうと唇のこう内側に白くたまるタイプのやつだったので、塗りすぎは注意っていう感じ。でもめっちゃ可愛い落ち着いた色のリップです。これティント効果もすごくて、こんな感じに色が残ってくれてます。 AOU のブレンディングリップペンシルの03番。こんな感じのくすんだ落ち着いたピンクです。これで縁を取ってちょっと動かす。そしたらちょっと飛んじゃったけど AGTK の MJ105 番を塗っていきます。かわいい。めっちゃすごいトゥルットゥルだね。見て、これはティント効果とかはなんだ、なんかメロンみたいな匂いがついてます。ティント効果はないんですけど、すっごい柔らかくてプルップルになります。めっちゃ可愛いね、このツヤ。ちゃんと公式画像みたいなツヤツヤになる。可愛いね。これは可愛いわ。次がなんだこれは。これなんかカチャついてますが、かわいい。多分おまけだ。これも多分おまけのかわいいキラキラのちっちゃいスポンジ。これチークとか
塗る用なのかな。めっちゃ可愛くないですか？なんだろうこれ。あコスメみたいにこうやって見せたけど、シリコンチップでした。プニプニになってるやつ。久々中国コスメ買ったんですけど、どっちもすごい可愛かったので、また他の色も買いたいなと思います。可愛いね。なんかこのブランド2021年がすごい新しいブランドらしくて、まだこれからいろいろ出てくるかも。次、無地毛マンションです。かわいい。見て、無地毛マンションのオブジェブラッシュ001番リリウム。キラキラ系のチークで、最近ちょっとほっぺをツヤめにするのにハマってるので買ってみました。これが一番明るい色だったので、ここら辺のハイライト的にも使えるかなと思ったんですけど、かわいい。かなり明るいラベンダーカラーで、ほんとハイライターに使えそうな感じかも。チークの上に重ねてみようかな。かわいいかも。かわいい。めっちゃかわいいです。わかるかな？ここだけツヤーンとしてます。単体で使うとだいぶ儚げな感じになると思うし、今みたいにハイライトとして使うのもいいかも。これも買ってよかった。今のところ全部いい感じ。次はこれ。ペレペラの韓国のアカウントで情報が出てて、めっちゃ可愛くて絶対に欲しいと思っていたチークなんですけど、見て、ピュアブラッシュドサンシャインチークの29番のダスティーモーブと30番のソフトピンクです。さあ、お花がついてるのかわいい。これをさ、指で潰しちゃうのもったいないよね。仕方ない、使えない。触った感じがクリーミーな感じ。上が29で下が30番。上の方がちょっとモーブっぽくて、下がコーラルベージュっぽい感じです。チークを無にしてきたので塗ってみようと思います。じゃあ29番の方から。かわいい。思ったよりも暗くないですね。塗った感じもちょっとくすみが乗るかなって思ったんですけど、そんな感じなく、でもめっちゃ明るいわけではない。かわいい。次30番。コーラルって感じ。かわいい。今日はちょっとピンクっぽい感じのメイクだからこっちの方が似合ってるけど、オレンジベージュ系のメイクするときこれかわいいかも。クリーミーな感じに仕上がりますね。粉っぽくない。こっちに揃えようかな。クリームチークと粉チークの間ぐらいの感じがする。ツヤッツヤでもなく粉っぽくもない、そういう感じのチークを探してる方におすすめの質感です。そしてじゃん、最後のブランドはこちら。前の動画でもご紹介してたリスキーがやっと9点に公式ストアがオープンして、もうめっちゃありがとうございますっていう感じなんですけど、それで嬉しくなって4つも買っちゃったんだけど、新しい色が出たんですよ。すごいスモーキーな感じの。じゃん、1個目はアイシャドウパレット。リスキーのピグメントアイシャドウパレットのシャターです。さ、
今までのこのシルバーパケも可愛かったけど、この真っ黒パケも可愛いですよね。もう完全に血色感とか皆無のグレー系のパレットなんですけど、めっちゃ可愛いね。こんな感じ。8色中4色がマットで4色がラメだ。半分ラメで半分マットですね。じゃーん。2本ツヤで1本マットリップを買いました。ビーボールドリップグロスのマンブリーとナブナブとビーボールドリップラッシュドのモーブリックのね2色も血色感皆無っていう感じのベージュとブラウン、水色のチップなんですけど珍しい。こんな感じ。割と似た系統で薄い濃いっていう感じの色なんですけど、どっちにするか決められなくて両方買っちゃいました。マットの方はこんな感じの色、かわいいですね。これねラメが入ってるんですよ。わかるかな。それも珍しくていいなと思って買ったんですけど、映るかな。今日どれか塗ってみようかな。これに合わせるならどれがいいと思います？血色感全体的にない感じでめっちゃクールにするなら上の2個なんですけど、目元はグレーにして口元で血色感足すならこれなんですよね。とりあえず今日のメイクに合いそうなこれを塗ってみようと思います。間違いない。かわいい。ココくんのチョコアみたいな匂いがします。多少ラメの感じわかるかも。かわいいですね。深めの色でめっちゃ大人っぽくなりそう。これも好きだな。全部好きだった今回買ったやつ全部好きでした。今度これを使ったメイク動画も撮ろうと思ってるんですけど、あと皆さんにお願いあって、インスタでどんな動画撮ってほしいですかっていう風に聞いた時に自己紹介の動画を撮ってほしいですっていう声があって、ちょっと前に YouTube のチャンネルの登録者数が1万人を超えましたので、ありがとうございます。本当見てくださってるあなた様のおかげです。いつもありがとうございます。なのでその記念も兼ねて Q&A の動画を撮りたいなと思ってるんですけど、作るんだったら皆さんが興味のある内容を作りたいので恐縮なんですけど、聞いてみたいこととかご質問があったらコメントで気軽に書いていただけたら嬉しいです。例えば年齢とかでもいいし、普段あんまり話してない結婚のこととかでもいいし、もしよかったらコメント欄でご協力いただけると嬉しいです。じゃあ今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、あと先ほどの聞いてみたいことのコメントもお待ちしてます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。